チャンネル5周年の感謝の気持ちを込めて、サムネイルの有料級ノウハウを大公開していきます。SNS や印刷物まで活用できる伝わるデザインの基本をお届けいたします。こんにちは、専門学校講師のいらりさんです。おかげさまでこのチャンネルは5周年を迎えることができました。ここまで続けてこられたのも、いつも動画を見てくださるあなたのおかげです。本当にありがとうございます。今回はその感謝の気持ちを込めて、有料級のサムネの構図の基本パターン、こちらを紹介していこうと思います。ちなみに私は専門学校でデザイン系の授業を担当していて、私自身の書籍も出版しています。フォロワー数を自慢できるほどではないかもしれませんが、聞くだけの価値は絶対あるはずです。で、今回は伝わるサムネイルの作り方を本気で伝授していきたいと思います。いろいろ応用できますんで、俺別に YouTube やってないしっていう人でも役に立つ情報だと思いますんで、ぜひ見てってください。で、早速本題ですけれども、あなたのサムネイルはちゃんと伝わるサムネイルになっているでしょうか？どれだけ中身に自信があってもそもそも見てもらえない、そうやって再生数ゼロのまま動画が埋もれていく。悲しいですが、今の SNS ではサムネイル、投稿画像、アイキャッチ、最初の1枚が勝負の9割を決めます。なのに多くの人はこんなやり方をしてしまっています。とにかく顔を大きく出せばいいんでしょうとか、派手な色を使って目立てばいいんでしょうとか、別になんかそこまで考えてないからなんとなくで作ってしまう、そんなことがよくあるかと思います。これが非常にまずいんです。その結果、内容が伝わらずに結局スルーされるという悪循環になってしまいます。なんとなくの配置、なんとなくの構図、あなたもやっていませんか？構図にはちゃんとパターンがあります。そしてそれぞれに向いている目的や伝え方があります。それを知らずにサムネイルを作るのは、地図も持たずに旅に出るようなものです。でも大丈夫です。この動画を見ればあなたは変わります。どの構図がどんな効果を持ち、どんな場面で使えばいいのか、その判断の軸がこの動画で手に入ります。やり方は簡単です。漫画の小回りのように1コマ、2コマ、4コマ、この3パターンを覚えるだけで、あなたのサムネイルは伝わるサムネイルに変わります。 TikTok、Instagram はもちろん、印刷物やウェブバナーまで応用できる知識ですんで、なんとなくの配置から卒業したい人はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナー、クリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ているうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら、友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。はい、それではまず基本パターンの1つ目となります1コマの構図から説明していきたいと思います。1コマの構図は具体的に言うと、画面にチャンネル主がいるだけとか、そういうものですね。少しだけ文字が入るといった場合も1コマの構図に属します。非常にシンプルな構図ですね。1コマ構成は見せ場で勝負するということで、多くの方が最初に挑戦しがちなんですが、これがね、結論から言うと一番難しいんです。だから多くの人は失敗すると言っても過言ではありません。私の経験上からもかなり難しいなという構図です。それはなぜかというと、1コマの構図は完全に素材ありきなんですね。つまりは車体そのもののパワーが全てというような構図になっています。これを漫画に考えてみると分かりやすいんですが、漫画で1コマの構図って言ったら、主人公がずっと戦ってきた敵をやっつけるとかですね。そういう物語のクライマックスになります。例えばワンピースであれば、ルフィが敵を殴ってやっつけるとかですね。最も見せ場なので、そこが大きく映ると迫力もありますし、成立するというものなんですね。人気者、主人公、みんな好きなものが大きく映って興味のあることをやっている。憎き敵をやっつけるとかですね。そういった3点が揃って成立します。これは YouTube でも全く同じで、3つの要素があれば1コマでも成立します。代表的な例で言うなら、ファーストテイクのサムネイルもこの構図に当てはまると思います。人気者のアーティストが人気の曲を歌おうとしているっていうような状態ですね。これはすごく成立するわけなんですね。
あと他にはこんな感じです。これイメージ図ですけれども、ヒカキンさんやはじめ社長のような誰もが知っている人気者が視聴者の興味のあることをドンとやる。これはサムネイルとして成立します。逆に成立しないのが知名度のない人、主役になりきれていないような人は成立しません。私たちのような、私も含めですけれども、私たちのような駆け出しのチャンネルはどうしてもですね、知らない人、あまり知らないものとなってしまうので、興味のあることをやっていても興味がないことをやっていても見せ場にはならないっていうことなんですね。悲しい。で、主役となれるような要素をまとめるとこんな感じになります。知名度のある人物、すでに認知されている人の場合ですね、これは主役になれます。続いて食べ物、美味しそうな食べ物、こちらも主役になれます。ちょっと面白そうな食べ物だったり、普段見かけないような贅沢な食べ物だったりとかは主役になれます。あとは可愛い猫とかですね、こちらも主役になれます。で、知名度のない人たちだったり、ちょっとよくわからないもの、例えばマイナーな動物とか、そういった場合は主役になれないという要素なんですね。ということで1コマの構図は難易度が高いというのが分かりましたが、じゃあ絶対に使っちゃいけないのかって言ったらそうでもないんですね。みんなうまいこと1コマの構図を使っています。それは知名度がないうちは文字、情報を主役にするという使い方です。知らないと損をするのような見た人が無視できない強いパワーワードを使うことで1コマの構図が成立します。文字が主役ということなんですね。文字はドーンと大きく出てくるんですが、チャンネル主、こちらも入れておきたいところではあるんですが、あまり大きくしないのがおすすめです。割合としては文字と人物の割合7対3、ひょっとしたら8対2とかでも全然大丈夫ですけれども、そのくらいでですね、文字の割合を圧倒的に大きくした方が成立しやすいです。人物に知名度がないので共感できるような文字の内容にしましょうということですね。左と右どちらが大きくなっても構わないんですが、文字のスペースは大きくとって7割ぐらい文字のスペースだと思って作ってもらえればうまくいくんではないでしょうか。サムネのコマ割り基本パターン、次は2コマ構図です。この構図の最大のメリットは伝えたい情報を図解しやすく画像に落とし込みやすいという点です。例えばこんな感じですね。私の以前のサムネイルの一つなんですが、ビフォーアフターを比較したような場合ですね。ビフォーアフターがあるような場合は2コマの構図が分かりやすいです。ほぼ説明不要でこれがこうなりましたっていうのが分かりますよね。2コマの構図からはそういったストーリーが見えてきます。ここでいう2コマの構図というのは明確な線がなくても2コマ扱いという前提でお話ししていきたいと思います。例えばこちらの画像であれば漫画のコマ割りみたいにまっすぐな線とかが入ってるわけではないんですが、対象が2つあって、2つに割ることができるっていうような状態ですね。で、この場合はこの女性がこんな量の食べ物を食べるのかっていうようなストーリーを想像することができるはずです。1コマのこれでも成立はするとは思うんですが、こちらと比べるとそういったストーリーが想像できるようになりますよね。というように2コマの構図ではストーリーが発生してきます。抽象的な言い方にするとビフォーアフターであれば左側は悩みの状態です。さっきのスライムの絵なんて結構下手だったと思うんですが、それが右側では解決しているというのが分かります。ですがその途中経過はどうなったのかは謎の状態です。この途中の工程が謎の場合にその理由は何なのっていうところで動画を視聴したくなるという作りになっているのが2コマの構図になっています。また別の場合であればこんな感じになります。意外性のある2つの画像、先ほどの海鮮丼と女性の画像とかですね、すごい大盛りの画像があってそれを食べてしまいそうな女性がいるっていう状態です。到底結びつかないような2つの画像が因果関係があるというかね、ストーリーが感じられてその結末が謎になっているような状態、これは動画を見る理由になりやすいです。このように途中の結果が不明だったり結末が不明だったりストーリーのすっ飛ばした部分があると、その知的好奇心がクリックの動機になる、原動力になるということです。ですので意外性のある内容が含まれている場合は2コマの構造を使うとうまくいくかもしれません。
サムネの小回り、番外編3コマ、次に応用編として3コマの構図についてもお話しします。これは1コマの構図から自然に生まれるレイアウトに近いです。例えばこんな感じです。1コマの構図で主役となる人物や物をドンと大きく配置すると、両脇に自然なスペースが出来上がって、そこを有効活用しようとすると3コマの構図となります。具体的な分かりやすい例としては、商品の比較などが挙げられます。例えば定番の商品がこちらにあって、新しい商品がこちらにあって、詳しい方が私が解説しますというような形で大きく顔が出てきていて、主役となる方の意見を聞いてみたいというような場合にぴったりかと思います。ですので、通常の1コマよりもストーリー性は感じられると思うんですが、主役の方ありきの構図に近いかなというふうに思います。これも例の一つですんでね、もっと別の使い方もあるかとは思いますが、3コマは1コマの応用となります。さて、最後の4コマ目に行く前に一つお知らせです。イラストレーターの操作に慣れてきたけどなんだか仕上がりが素人っぽい、そんな悩みを解決する即戦力レベルアップ講座が新しく登場しました。プロの表現が手に入るブラシと作業を爆速化するスクリプトであなたのデザインが変わります。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。サムネの小回り基本パターン4コマ構図の場合です。4コマ構図は情報量をアピールするときに使いたい構図です。 YouTube であればその動画の内容に絶対の自信がある、いろんな角度から検証していますよっていうことをアピールするときに4コマで分割してあげると、盛りだくさんの内容である、いろんな検証が行われているっていうことが想像できるのが4コマ構図です。サムネに入れられる情報量が多い構図ですね。ですのでこの構図で目指すのは、視聴者にこの動画を見れば知りたいことが全部わかるぞという網羅性やお得感を想像してもらうことです。複数の画像を並べることで一つだけではなくたくさんのことを解説してくれるんだというボリューム感を視覚的にアピールすることができます。具体的な例で言えば Vlog だったりグッズ紹介、時間の経過なんかを表すときに便利です。 Vlog であれば北は北海道から南は沖縄、東京、京都などのようにいろんな情報が入っているのが視覚的にわかるかと思います。そこに文字とかで補足してあげるとより強力なサムネになるかと思います。あとはグッズ紹介ですね。グッズ紹介、家の整理整頓だったり便利グッズだったり、あれもこれも紹介していますという内容がこの画像からわかるんではないでしょうか。あとは時間経過です。四季折々、春、夏、秋、冬とすごい時間をかけて撮影していますよっていうニュアンスがこの画像からわかるんではないでしょうか。ということでまとめていくと、情報の網羅性、情報量、こういったことがサムネに盛り込むことができるのが4コマ構図です。こうすることで視聴者はこの動画は情報がたくさん詰まっていて見る価値がありそうだ、これ一つ見ておけば他を探さなくて済みそうだと感じてもらえます。この動画が重要であるっていうイメージにつながっていくわけなんですね。情報が多い場合に使いたいのが4コマ構図です。ただこれらもどれでもいいわけではなく、やはり素材の力、見たくなるような画像であることが大前提、素材の力は大前提にあるというところだけは覚えておいてください。ということでまとめです。ということで今回は1コマ構図、2コマ構図、番外編3コマ構図、そして4コマ構図という構図のパターンについて解説してきました。これらをうまく使えば静止画でも動画の内容をうまく伝えることができます。そうすることで視聴につながっていくんではないかなというのが私の見解でございます。図式にするとこんな感じです。素材×構図イコール伝わるサムネということで、素材はありき、大前提に主人公や人気のある人物、興味のあるものが興味のあることをやっているというような素材がまずはありきであって、その素材を生かすための構図である素材×構図イコール伝わるサムネという図式になっていくかなというふうに思っています。だからサムネイルを作るときはどの構図がどんな印象を与えるのか、その引き出しをたくさん持っておくことで目的に応じた設計をすることができます。なので、よし今日は2コマ構図で作ろうとか、動画の内容を踏まえて決めていくということなんですね。今まで簡単に作れるからといった理由で1コマ構図で作っていた方は、自分に本当に合っていたのかなというところを一度考えてみるといいかもしれません。
ということで今回の動画は以上となります。少しプレゼン寄りというかガチ講義寄りだったので難しいところもあったかもしれませんが、きっと役に立つ内容だと思いますんで、よくわからなかった場合は何回か視聴してみてください。こういった構図の考え方などは伝わるデザインにするための大事な視点です。ただそれを形にする技術がなければ宝の持ち腐れになってしまいます。私の有料講座ではこうしたデザインの考え方に加えてイラストレーターの具体的な操作方法まで丁寧に解説しています。もっとデザインを学んでみたい、イラストレーター使ってみたいという人は概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。